なんか奇跡の一台だったみたい。これは大当たりだそうです。嘘。逆にあの金額でお渡しできるほどの車がでよくこれが来たんだみたいな感じで。お、いいねいいね。上がっちゃう。ここがもう見たくない世界だ。すごい。これは。これはおお。こうやるとここ。よし、じゃあちょっとドライブ行くか。なんかおかしい。おかしい。シフトショックがすごいし、そろそろ寿命かね。寿命なのか。24万1000キロ。今急に車屋さんから連絡があって予定より早く車が届いたということなので、ちょっと確認しに行ってきます。3日以内にその車をチェックしないといけないの。使えるかどうか、買うかどうか決めないといけないんです。今まだデリカです。私の大好きなデリカちゃんです。急に車が届いたということで電話が来たので車屋さんに向かっています。急すぎるね。急でした。本当にさっき電話が来ました。来週のはずだったんだけどね。そう、来週の予定だったんだけど、たまたま家にいたので山を降りて砺波まで1時間ほどの道のり行ってきます。ドキドキするね。楽しみだね。初めての対面です。どんな状態なのか車が見るまで分かりません。ドキドキ。車が結構ボロボロサビサビな状態で来るので、塗装するんだけど、全塗装する。そう、大将まだ塗装の色を悩んでいます車かぶってってから毎日悩んでるね。仕事が終わったら夜ずーっと携帯でこう色を見て、候補は一番オーソドックスな白。なぜか俺濃紺とかが引っかかって、でどっかインスタ見とったらオリーブって撮ってるのが出てきて、ちょっとグリーンが気になりだして、いや待てよ、汚れるからやっぱシルバー今乗っとるしなとかもう堂々巡りで一回。どうも。ようこです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。車は当たりです。当たりですか。はい。わ、全然めっちゃ綺麗じゃないですか。あら当たりです。これが。全部今見ましたけど。はい。すごい。わからんね。ボロボロ落ちてくる箇所もないんで、もともと強くます。当たりなんですか。これは大当たりです。だそうです。嘘。すごい。写真じゃ全然わからないですよね。もう直す箇所は多分リアハッチだけなんですよ。ドアがタイヤが重いからこう落ちてるっていう状況かなと。前はすんごい綺麗ですよ。あ、そうですか。ゆっくり見ます。すごい。ランクル噂のこん中めっちゃ錆びてるでーっていう。意外に大丈夫じゃない。これも塗装は特にしてごまかした感じでもないよね。ないですね。あ、全然綺麗じゃん。当たりだ。だって本当にここもう開けた瞬間に、いやでも全然僕のイメージより全然綺麗ですよ。あ、よかったー。これは僕見ても当たりです。本当ですか。すごい。プロがそういうんやからな。いやもうここはね、ジムニーも全部行くっすよ。あ、そうなんですか。ここの当たりです。すごい。外れもあるんですか。外れはちょっと車検どうしようか悩まんなんでです。へえ、そうなんだ。車屋さんって大変だ。なんか写真で見たらもっと塗装やれてる感じしたけど、多分黄砂ですね。ねえ、汚れてるだけで綺
綺麗やんね。当たりです。すごい。わーい。かっこいいじゃないか君。子供か。お、あれ潜るためにわざわざつなぎできたんですよ今日。わかるの見て。あだってラダーフレームの上に鉄板でフロアを折るでしょ、これ一切錆びないんで相当まともな利用されてましたよこれ。あ、わあ、愛があるね。逆に金額でお渡しできるほどの車がでよくこれが来たんだけどありがとうございます。すごい、すご腕だ。こんなことあるんや。まあ運ですね。運ですか。はい、運です。運が良かった。なんかサビサビなのかと思ってたけど全然綺麗ですね。生きてます。すごい。生きてます。すごい。塗んなくていいんじゃないですか。欲しがってた色じゃん。これもともとこれか、これも奇遇にも濃いこの色がいいって言ってた。言ってた。言ってた。まあこれ一番売れてます。あ、当時この色が。そうなんですか。へえ、白かと思ってた。いやー当時はこの色です。あ、そうなんだ。じゃあもういいじゃんこの色で。います。はい、色できます。でもない。チョコレートだけで。おかしい。なんだったんだ。あんなに色悩んだのにね。普通に毎日もう布団入ったらずっとしばらく何時間も写真見てやることやる。じゃあこれではいお願いします。はい、倍です。おお。いや本当綺麗や。何万キロ走っているのこの子は。21万キロ。 21。じゃあうちのデリカよりちょっと走ってないぐらいそう、うち24万ちょっとや25万弱だからね。でもこの車にとってはまあそのところとか鳴らし運転みたいなもんやと。ディーゼルのエンジンってここがエンジンの本体のケースなんです。はい。こういうところがそもそもこんなんですよ。だからもう今の車の軽量化とかなんか考えて作ってるような時期の車じゃないもんでああ。相当軽多なへえ。直録だもん。トラクターとかの鼻長いじゃん。ああ、長いね。あれと同じ。直録をこう入れるためにこう伸ばさざるを得ない。へえ。トラクターでいうと100マリルクラスのトラクター。へえ。50万キロぐらい走れる？いけんじゃない？おお。あと20年弱ぐらいは乗りたいね。20年。うん。すでに何歳なんだっけこの子。30歳。すでに30年経っているがここからさらに20年頑張ってもらう予定。なんか奇跡の一台だったみたい。もう感動、ちょっとすごいって涙が出てる。デリちゃんがそれを見てるなんてなんか辛い。寂しい。うんと言いつつ高橋さんの腕もあるんですね。やっぱり絶対あるよね。返品したすごいよ。返品したるで10回ぐらい言ってから買いましたから強い。こうやったらいい。メンバーは一緒に覚えたんですけど、確かにあれやろうね。見てご制約済みだよ。ご制約時計まとめちゃってますわ。置いてあったらおみたいに見るんですかね。めちゃめちゃ言われますね。あ、言われる？めちゃめちゃ言われる。売ってんのみたいな。欲しいって？外人の方とかも入ってきて、車売り物って。あ、いやいや、もうお客さん決まってるって。人気あるんだやっぱり。はいへえ。すごいね。やっぱり好きな人多いんだね。多いですね。この形のランクラ特に。そうなんだ。いろいろと
荷物が届いてます。これでランクルを快適化するんだ。おいろいろと来た。一応ある程度のものは届いてます。これなんですか？デコですね。あ、デコ。はい。そういえばそんなものが必要だったね。DC デコデコって言ってさ、通称電圧を変換するやつ。24ボルト車っていう特殊な車なんで。ワクワク。意外にでけえってやつだよね。でかいね。よく見るやつやね。スーパーオフロードはちょっとあんまり好みじゃないから、これ外せるもんね。グリル外せるんですよね。うん、これ外せる。まあお好みやね。チョイスしてみました。スピーカー純正の2個しょぼくてさ、ちょっとせっかくいいアンプ使うのに音が寂しいかなと思って、なるほど。色味もちょっといいじゃないですか。アウトドアっぽい感じの。おお、渋い渋い。他のやつが黒とかシルバーとかやったんで、楽しみに。はい、お待ちしてます。いろいろ自分で車買うみたいにいろいろ考えてくれる。すごい。もちろんね、カーナビなんかもついていませんので、こちらポータルディスプレイオーディオ、これにしました。カスワさんのカーナビにもなるし、音楽も聴けるようなものを入れることにしました。楽しみじゃ。ね。携帯からリンクさせて、音楽聴いたり Google マップを大きく表示したりということができる。これを取り付けていきます。はい、頑張りましょう。やるんだよね。手伝うんだよね。手伝うつか邪魔するつか。見てこのやる気の。やる気だけ、格好だけはこれ買ったの。本気できました。これ用に買ったの。形から入る人たち。多分役には立たん。はい。さあ、じゃあメインバッテリーの交換からいきましょうか。おお。よし。俺も覚えとこそうだね。覚えといて損はないよね。まずこの端子を外します。はい。あ、ラチェットになってる。で、今度はこっち側も外します。あ、すごい。工具が黒して。で、この時はボディに触れるとショートします。はあ、ボディってどこですか？要はこういうところにここについたままこういうところに当たるとバチンときます。は固着してるの、古いから。あ。ねえ。やばそうだね。参加してる感じ出てるよ。出てる？出てる。よいしょ。すごい参加してる。少なくとも今邪魔はしていない。すごいな。おお。ここか。12ボルトぐらいじゃ。ほら同じことをするんだ。めっちゃ重そうだったよ。やってみりゃいいじゃん。めっちゃ重そうだったじゃん今。しかも上に干渉しそうだ。そうみたいな。お、いいね。上がっちゃった。車に傷つけんなよ。ちょっとここぶつかった。すいません。あ、もうでも持ち上がるんだ。めっちゃ重い。2つ。今日のお仕事終了ですかね。はい。もっとハンドルがあるよ。おお。進化している。これは端子磨きといって接点をちょっと荒らすことによって細かい傷をつけるような感じだね。へえ。そんなのあるんだ。バッテリーはね。あの古いバッテリーは何年ぐらい前のものなんだろう。これはだいぶ古いと思いますね。そうですよね。はい。おお。そうだよね。進化したとはいえね。取っ手がついたぐらいだね。取りますね。おお。これちゃんと通すなんて考えたこともないよな。割と自由なんだね。自由っていうか逆に好きにやるしかないよね。
通った？まだ。お出ました。出た。すごい。すげえいい場所に来ました。やった奇跡が起きた。ー。奇跡。一発目で。奇跡なんだ。で、あそこは最後コーキングするんで。はい。水防止、水が極力純正部品を壊さず。でも穴も開けたくないんで。来た。来ました。うわー、軽そう。おお、ピカピカだ。もう確かに平べったい。金属部分を出しました。で、ここにこの端子をつけて、これ荷物のフックの穴を利用してこうつけるんだけど、ここに塗膜がギリまであるから、それを今削っとった。なるほど。いろんなものを利用するんだね。はい。お手伝いです。お手伝い。本日2回目のお手伝い。うわ、難しそうですね、それ。もうちょいいいっす。はい。オッケーです。はい。絶妙の技でしたね。いいんですよ。あ、来ました。手伝えよ。じゃなくて手伝えよ。手伝うという体の動画どうすんだ。応援してお、る。ハンドパワー送ってる。何やあいつ。できたんできたできたんだって。できた。さすがでございます。素晴らしい。で、これでオッケーかな。さすがでございます。意外と立つ。こうなればいいんで。この辺かな。このバッテリーからバッテリーにインバーターをつなぐんですけど、ここから電気が取れちゃうのです。すごーい。オンダッシュモニターの取り付けを行いますよ。やっぱね、今の時代あった方がいいよね。車は30年前だけど、モニターは最新だぜ。古いものが好きだけど快適に過ごしたいというその両立だよね。このわがままさ。わかる、それは。欲張りでございます。いくら旧車は旧車のままがいいと分かってはいるけれども、やっぱり音楽聴いたりナビ使うのがね、もう慣れちゃってっからね。欲しいよね。プラスチックはだいぶもう割れとるんですよ。プラスチックはね、もう経年劣化してるから、あららら。パキっていくこともやむを得ないですよ。もうしたら30年ですか。そしたら一応こういうとこはまだ売ってるものは売ってるけど売ってないのもある。そうですね。諦め、もう割れとるやんね。ヤフオクで28,000円ぐらいだったけど、もっと希少になってくるから、そうすると値段釣り上げるわけだよね。当然だよね。うわ、すごい。ここがもう見たくない世界なんですよ。すごい。これはなんちゅう。わかんないです。使ってる端子使ってない端子いろいろあってもわかんないです。24ボルトなのかあ、そうなんですか。渡してあとお願いします。はい。おお。思ったよりでかい。待って、めっちゃ軽いんだけど。あ、こういうことか。そうそう。それがダッシュボードにガンと置かれて。おお。大きいね、画面。うん、結構使い勝手いいと思う。このまるで自分の車のように。こういう感じですね。いいっすね。いいっすね。こう見えるもんね。ちらっとね。やっぱこの線に合わせるのが自然だよ。あ、この端を。いいんじゃない。これ多分これ角度は調整できるから。テープついてるんですか、これ。まあどうですか。まあ辛い位置でいいと思う。いいんじゃない。辛い位置がちょっと引っ込んでるぐらい。ここの面で合わせる。でかいね。OK です。
おお。見やすそ問題ない。気にならない。う。いいんじゃない？いいですね。うん。 OK です。 OK ですね。新車のお店。 30アンペアもあるっすよ。なんで何でも動くっすよ。何でもいけちゃう。そんなちっちゃいんや。なんかもっとクソでかいイメージあっ探したっす。さすが。いいやつを。いきますね。はい。はい。ありがとうございます。はいお願いします。はい。た。ありがとうございます。了解です。今引き渡しの準備が完了したということで車屋さんに向かっております。今まだデリカちゃんの中にいます。あー、ついにこのデリカともお別れだよ。寂しいね。丸9年。 9年だね。25万キロ。 9年間25万キロ走りました。このデリカでもう日本中の川という川に行きまくって川しか行ってない。釣りのために日本中走り回ったデリカちゃん。デリちゃん、今日はあいにくの雨模様。車を迎えに行ってきます。まだ作業中。あれあれなんか絶賛来ちゃったみたいな。作業してんじゃん。高橋さんちびっこまで参戦して総出で作業中。総出じゃないかよ。みんなちょっとやった綺麗になってる。めっちゃ綺麗になってる。なんならもう一周ぐらいしてきますけど。ちょっと着地を。何？これ前より綺麗だよね。はい。みんな切りました。綺麗になるんですか。いやめっちゃ綺麗になってるけど絶賛作業中だよ。あれ？あれ？終わってないですか？いやいや、今頑張ってる。あれ？ちょっと掃除をやりすぎとったら。木さんを見誤りました。ありがとうございます。あれ。マニュアルの運転ができるかね。あらーあらー、意外に背が高い、幅は狭い。ありがとうございます。3000円で。どれどれ、よいしょよいしょ。ほう、これがこちらこそ。危ない。ありがとうございます。すげえエンジンブレーキ。おお大丈夫大丈夫大丈夫っすよ。声が小さい。どっか行っちゃうタイプ。本当だ。さあ、ほとんど空っけつなんで何リッター入るでしょうんう。80ぐらい入るんじゃないかな。デリカで60だから60だったはず。デリカ60。もういっぱい入るんだね。おお。いっぱい入るし、いっぱいお金も出てくる。そうね。そう、燃費が大事だよね。燃費は3割ぐらいまでぶっちゃけ。デリカで7から7.2と意外にあ、止まった。70なんだな。70リットル入るみたいだね。帰ります。はい。さあ帰ります。行きます。お、着いた。傘。着いた。じゃあナビ入れてみますか。さっき無事にスマホつないだんで。検索。源流居酒屋。おー。帰るだ。おー、バッチリ。Google マップ便利な世の中だな。はい。どうですか？今んところちょっとまだ
久しぶりのマニュアルなんでドキドキしてます。緊張しながらの運転です。なんとなく体が覚えてるけど、やっぱりあれだね、グラングランするね。まあちょっと揺れは感じる。確かに。板バネだもんね。30年前の車だからね。まあでもこれが欲しかったんでしょ。欲しかった。とりあえず今楽しい。楽しい。運転が楽しい。運転が楽しいそうです。そう、いい音するね。ゴーってね。あ、そう。音がいいそうです。男のロマンらしいですけど、男性視聴者の皆様お分かりいただけますでしょうか。これは男の夢ですか？男の夢です。ははーん。ようやくたどり着きました。私今の乗り心地としては別になんか乗り心地が悪いって言われてるそうだけど、別に特にあまり気にならないです。私は今のところは特に普通です。はい。あんまりランクルの車窓です。富山の道を走っております。古民家に帰ってきて一夜明けました。今日は打って変わって良いお天気。そして古民家にランクルが到着しました。合うね。やっぱ合うよ。合うね。これは古いもんと古いもんはやっぱり合うよ。素晴らしいね。なるよ。新しい仲間を紹介していこうかなと思います。知ってる人は知ってるんですけど、ランドクルーザー70っていうやつです。うん。40、60、70、80、100、200、250、300っていろいろあるんだけど。そんなあんの？そうそうそう。で、1994年、今から約30年ちょっと前のものです。おお、30年前か。そう。で、あえてこだわってマニュアル、うん。ディーゼルの 4.2 リッター直列6気筒エンジンでマニュアルっていうね、もうトラックみたいな車。21万キロ走ってる。ランクルって今の車よりもたくさん走れるから、20万キロ走っててもまだまだいけるってことなんでしょ。まあ俗に言うと21万キロとか、まだまだこの車にしちゃ鳴らし運転程度だって。エンジンは強いね。60万キロ80万キロ乗ってる人もいるけど。なるほど。うん。まあそんぐらい長く乗れる車っていうことで今回頑張って買いました。長く長く大事に使っていこうかなと思っております。はい、お願いします。はい、ご紹介を。まずね、色濃いシルバーメタリックなんだけど、ガンメタって言われてるやつなんだけど、最初オークションでやってもらう時の写真を見たら塗装がもうスカスカで、もうプロが見てこれは全部塗装しないとダメですねっていう前提で買ったの。そして着てみて洗車したらピカピカだったんですよ。車屋さんに奇跡の一台と言わしめた。クルーザーとか昔の車って下回りが鉄、下回りが錆びてるんだけど、なんとこの車ワンオーナーで車庫で保管されていたと思われまして、全く錆びがなくてですね、だから多分この塗装も30年前新車で買った時の塗装のまんまじゃないかと。そうなの？そう。すごくない？すごくいい状態で買いました。はい。だけど塗装もダメでサビサビっていう前提の価格がついてたから、めっちゃ安く買えちゃったっていうやつなんですよ。やったぜー。ラッキーすぎる。何も変えてないんですよ。タイヤとホイールはこれちょっとかっこつけたかったんで、新しいものに変えました。はい。かっこいいね。でかいね。ライトね、ちょっと昨日帰る時ね、走ってたらやっぱ若干ちょっと昔のハロゲンライトだからね、物足りないかな、光量が。LED の明るいのに変えようかなと思って。まだここはね、普通のただのガラスだったんだけど、やっぱり今時熱線カットと紫外線カットで日焼け防止。陽子さんが助手席で熱中症になってぐたっとしないように熱線フィルム優しいカットをフロントガラスと、
運転席、助手席両サイドはいに貼ってます。はーい。で、後ろはね、ちょっと防犯目的もあって、少しスモークかかったやつふんふん。にしてます。なるほど。リアです。はい、ぐるっと後ろ。はい。リアはワイパーがもう動きませんでした。あら。あら。でこのワイパーモーターっていうのがあるんです。はい。探しまくったんですよ。はい。もうないっす。あら。はい。これが古い車の怖いところで。あらまあ。なしですか。はい。あらまこういうやつなし。あ。いや。まあだからこうコーティングして雨がシャーって流れるようにして、あとは熱線があるからああ。雪とかは一応軽く溶けると思うんだけど。なるほど。まあ言うてもね、ここねタイヤでねこのぐらい隠れるんだわ。なるほど。そうかそうか。そうそうそう。わかりましたで。バックについてはバックモニターがついてます。おお。柏さんのディスプレイオーディオとセットでついてます。うん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 。まあ今時これ慣れちゃってるからね、うんうん。これがないとちょっと不便です。うんうんうん。はいヒッチメンバーをつけました。自転車ではい例の EMTB を積んで釣りに行くんですよ。狭いです。なるほどね。チャリ乗らないっす。うん。自転車ね、乗らないね。チャリ乗ここは釣りの時に車中泊もできるようにカスタマイズしていく予定です。で、どんぐらいの広さになるかっていうのが、こう、オフだよ。おうこれはおうこうやるとここにフラットのスペースができるんで、おこお。こを有効活用してもいいんだけど、対角線に寝ても165ぐらいなんですよ。ダメですね。でかい男と女はここに入らないんで、我々ね、でかいのでで、かいんですよ。ダメだね。これダメなんですよ。なのでこうしてこの高さを基準にこの高さでずっとベッドキットテーブル作ってっていうやり方で寝ますと、あっちの端からここでギリギリ180です。なるほど。ギリ大丈夫だね。もうちょっと椅子を前に出せばちょっと余裕ができる。うん。まあこのスペースを、まあやや狭めではあるんだけど、工夫して2人寝れる釣り車中泊車に今度は改造していきたいと思います。いいっすはい。はい、次は運転席をお見せします。まず大前提はこれマニュアル車です。はい。燃費が多少良くなるし、うん。なんでマニュアルがいいかというと、やっぱり根本的な運転の楽しみ、なるほど。運転すること自体の楽しみをもう一回味わいたくて、オートマじゃなくてマニュアルにしました。はい。このハンドルは30年間知らないタバコを吸ってるおじさんが乗っていたので、ハンドル握っただけでやにくさいので、はい新しいものに変えます。ここも同じく、やにくさいので変えます。はい。この辺は変えられないです。吹きます。しゃあないね。います。はい。24ボルト車ですね。12ボルトっていう電力だと、でっかいエンジンが始動しないんですよ。最初に回せないんですよ。うん。だから電力量を上げて24ボルトでセルで回す。はい。という感じ。窓自動で開きますよ。あ、そうだね。うん。集中ロックもありますよ。おーこの時代なのに。すごいね。そう30年前だけど。これがね、見たくないっす。汚な。見たくないっすよ。やばい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 。うわもうきつい。これはね、変えます。新しいのをもう注文して届いてますんで。変えたいですね。はい。もうなんかね、カビてんだかヤニなんだかわかんないですけど。これは30年もののシミが。はい、変えます。で、そしこのて、近代的なこれ、カスは、やつをね、つけました。はい、30年前の車に、近代的な設備がついております。ね、いきなり近代的になったよね、このスマートな画面。この車の中でもともと伝送系らしいものってこれだけ。あ、そうなんだ。へー。今みたいにコンピューターも何もない原始的な車だから、モニターつけていい音で音楽聴きたいんでアンプつけて、純正のスピーカーはここについてるんだけど、左右にもうこのスピーカーも古いんで、後ろになんと新たにあらつけましー、た。おしゃれなスピーカーがついてますね、2つも。はい。で、まあこれでカーナビもしつつ音楽も聴けるという感じで、まあ今まで通り快適に使っていきたいと思います。はい。そしてさらにおう
バックモニターが映ります。はいいいね。いいよね。やっぱね、現代の技術は享受していきたいところです。はい。で、さらに、ここに。今や当たり前になったドラレコなんですけど、でも俺、初めてなんですよ。そう、ドラレコね、初めてつけました。初めてなんですよ。はい、前の車ついてなかったんで、はい、この旧車になって突然の進化です。もうね、ドラレコついてるからね、みんなね、悪いことできないからね、よろしくね。悪いこと。よろしくね。しないけどね。はい。はい。エアコンが暖房も冷房もむっちゃ効くんすよ。もうすでに風がね、ビュンビュンに来てんの今。寒いでしょ。えらい恐ろしく効くんすよこれ。ビュンビュンに来てます風。すごいです。すごいんすよこれ。そしてこの車の最大の特徴は、ドリンクホルダーがどこにもない。すごいよね。昔の人はドリンク。違う。俺は小さい頃親父の車に乗ってもドリンクホルダーなんかなくて、大体ペットボトルがないから。大体昔は自分で魔法瓶にお茶入れてって、魔法瓶の蓋でちょっとこう注いで助手席の人が運転席の人に渡して飲むみたいな。だからないんだ。この辺につけるかね、他にこう細工してね、つけようかなと思ってんだけど。なるほど。2列目がね、結構なんかちょっと高いんですよ。そうだね。それがちょっと変わってて、なんかめっちゃ眺めがいいの。面白い。はい、そんな感じです。車内は。これからいろいろといじっていきたいと思います。大事な作業があります。じゃん。源流居酒屋ステッカー作っちゃった。これをね、貼ろうかなと思います。これはね、源流居酒屋本店のここに貼ってあるこのマーク、これのちょいミニ版なのです。このシール欲しいっていう人が結構多くて、この度作成しましたので、欲しい方はチェックしてください。転写シートとカッティングステッカーを圧着する。シールの台紙みたいのを剥がすんだけど、これから、そっちじゃなくてこっち手前側にしっかりくっつくように。そうなんだ。そのままいけんのかと思ってた。ちょっと慎重にやらんとね。下の字がね、しっかり。もっとこういうんでいいんじゃないかな。子供の頃爪とかでやってたわ。そういえば。そうなんだ。これいらんかった。意外と強めにやっていいんじゃないかね。このまんまね。いい。良さそう。しっかり押さえてね。あんだけしつこくこすればいけそうな気がする。いけてる。今んとこいけてる。最後が問題よ。やったー。イエー。おーいいじゃん。いいじゃん。あら素敵。やだこれ。悪いことできない。これいいよ。これこちらから購入できます。でかいと思ったけど全然車に貼ったらちょうどいいよ。そうだね。あらー素敵。よし、じゃあちょっとドライブ行くか。行くぞ。実はね、私ね、ダメなんですよ。できません。なんでダメなの？免許はね持ってるの。でもね、なんと免許がねオートマ限定なんですよ。限定会場、よろしく。まあね、限定会場に行きます。行ってね、今度運転しますので、次回陽子限定会場をするの巻。ご興味ある？興味あるそれ。見る？もし見たいっていう人が多かったら動画にしますわ。じゃあそんなわけで一旦大将の運転でドライブに行ってまいります。運転上手っすね。体が覚えてるね、マニュアル。天気ね、オートじゃつかないよ。急車だから。出てるいつも。
ケー、横奥つけて。オッケー。どんな道でも行けちゃうね。ヤンクルですから8フレーズかなんか昔あってさ、うん。必ず帰ってくる車みたいなのあったっけな、へなんかそういうのあったっえ。へえ。はい。では、そんなこんなで新しく仲間になったランクルちゃん、今後また、釣り車中泊仕様に改造していく動画なども作っていきますので、興味のある方はチャンネル登録して待っててね。